にちは、ワンダーレビューです。本日はカメラのレンズのレビューをしていきたいと思います。こちらがソニーの、動画に最適な光学ズームレンズ 16mm、35mm のレンズになります。あと、比較対象はこちらのタムロンモデル A062 っていうものになります。一つ前の動画でこちらのタムロンのレンズを徹底レビューしたんですけども、今回この対抗馬となるソニーの純正レンズとガチ比較していこうと思います。で、前回の動画を撮ってからこちらのタムロンのレンズ買いに行ったんですよね。ヨドバシカメラに買いに行きました。で、ヨドバシカメラに買いに行って、そして帰ってきたら、はい、ヨドバシカメラで購入して買ってきたのが、実はですね、こちらのソニーのレンズを買ってきてしまいました。本当にタムロンを買いに行ったんですけども、ヨドバシカメラの店員さんと話していて、ソニーのレンズを結構勧められたので、今回このソニーのレンズを購入してしまったということになります。当然価格も高いので、ソニーのレンズが売りたかったっていうのもあると思いますが、私自身すごくやはりヨドバシカメラの店員さん、皆さん信頼しているので、いろいろ一理あるなと、G レンズの良さもあるなと。あと動画を出しているので、やっぱり徹底比較、ガチで実機検証しなきゃいけないなと思うので、もう全然予算オーバーですけど、こちらのレンズ手に入れて、この2つ徹底比較していきたいと思います。で、値段なんですけども、ソニーのレンズ、もう少し高いかなと思ったんですけど、実際、底値の底値で買えて、さらに、現在、ソニー自身がやっているキャッシュバックキャンペーンで1万円戻ってくるので、そこを考えると、実売価格、だいたい14万円になるかなと思ってます。で、こちらタムロンの方が8万円ですので、この6万円の差、本当に、そんだけ分価値が出てるのかどうか比較していこうと思います。で、まずですね、初めに一つ注意事項ですけども、私自身プロではないので、やはり本当プロの現場とか、映画の撮影とかでは全然この比較あまり参考にならないのかなと思う部分もあります。なので、早アマチュアの方で、私のように動画を楽しんでいる、個人で楽しんでいる方に少しでも参考になればいいのかなと思います。このチャンネルではプロ志向ではないですが、本当に鋭い視点、ガチ比較だとかをして、参考になったなっていう情報をお届けしますので、この動画もよろしかったら高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは本日の動画始めていきます。どうぞ。では、今回の動画なんですけども、こちらの比較、これらのレンズの比較をしていこうと思います。比較項目、ここにバッと載せておきますが、これらの比較項目をタンと一つ比較して、それなりに分かりやすくもう点数をつけていこうと思います。皆さんもそれぞれの感覚で点数をささっとつけていって、どっちがいいの、本当にこの価格差6万円を埋めてるのというのを検証してもらえればなと思います。あとですね、ソニーのレンズに関してはソニー独自の機能というのが入っているので、そちらの機能に関しても最後、それぞれ加点という感じで一つずつ見ていこうかなと思います。それでは早速評価の方、レビューの方入っていこうと思います。お楽しみください。まずはこちらのレンズ、私自身一番大事だなと思っているのは重さと大きさです。ただこちら両方ともそんなに差がないんですよね。重さもう十分両方ともズームレンズにしてはものすごく軽いですし、あとこの長さに最大径のところもそこまで差がないので、こちら本当にもう優れてるなと思います。で、一つだけ気にするとしたら、こちらのフィルター径ですね。こちらの方が ND フィルターだとか、各種プロテクターだとか、今持っているものっていうのを使うことがあるのかなと思うので、こちらの方はタムロンの方がまだ一般的な、多分皆さんも一つは持たれているような 67mm っていうフィルター系になっているので、これが多少運用しやすいのかなっていうのはありますが、この重さだとか大きさに関してはもう両方ともパーフェクトで、互角かなと思ってます。続いてですね、写りとは関係ないんですけども、質感というのを見ていこうと思います。こちら、ソニーのレンズですが、やっぱり質感がものすごくいいんですよね。レンズ自身の質感も、ものすごく、高そう、高級感があるっていう素材になってますし、あと、このリングの回し心地とかっていうのも、やっぱりなんか言葉で表現しにくいんですけど、上質感っていうのがすごく出てるなと思います。あとそれぞれのボタンだとかっていうのもなかなか良いですし、あとはこのやっぱり G のマークですかね、G のマークがついているっていうのはソニー好きにはたまらないのではない
ないでしょうか。で、タムロンの方、決して悪くないです。ただ、質感だとかに比べると、やはりソニーの方が少し優れてるかなと思います。ただ、必要なものがすごくシンプルに収まっていて、個人的には何も文句のつけようのない質感だと思います。ただ、点数としては少し1点ぐらい差がついて、まあ8点、7点ぐらいの点数かなと思ってます。続いて、運用性です。まずソニーの方を見ていくと、こちらファンクションボタンだとか、このアイリスだとか、本当にボタンだとかが結構あるので、このレバー一つ取っても、操作性なり運用性っていうのはすごくいいのかなと思います。あと、防滴防塵になっているので、特にこの防塵っていうのは、外で利用することが多いので、ものすごく助かるかなと思います。ただですね、一点、ソニーに関しては、このズームが電動ズームになっていて、このメモリで見えないんですね。今何ミリで撮ってるかっていう。これは画面で少し動かさないと表示されないので、これに関しては本当にちょっと困ったなというので、かなり大きな減点対象かなと正直思ってます。一方、こちらのタムロンの方は本当にオーソドックスな、操作性で何も問題がないです。で、この USB-C のポート、ここを使うといろいろ機能使えるんですけども、このレンズ自体がボタンだとかがついてないので、基本的にこの設定を少しだけ変えれるっていうものになってます。ここボタンでも一つついてて、AB フォーカスだとか、タムロン独自の機能が使えると本当に良かったのかなと思います。タムロンの方、防滴仕様にはなってるんですけども、防塵仕様になってないんですね。これ、防塵仕様がついてたら良かったのになーって思うのがちょっと残念なポイントかなと思います。で、こちらの操作性の方を見ていくと、やっぱり個人的にはソニーの方が少し操作しやすいのかなと思います。ただ、このズーム何ミリ撮ってるかわかんないっていうのは非常に大きな減点なので、そこまで大きな差がつかずに、1ポイント差ぐらいの差で、ソニーの方が操作性いいのかなという結論になってます。続いて、これらのレンズの画角の比較をしていこうと思います。で、画角、こちら広角側、望遠側、両方とも違うスペックになってます。まず広角側から見ていくと、やはりソニーの方がかなり広いところまで撮れてます。で、タムロンも 20mm スタートなので、かなり広角端、動画には最適な画角が撮れていると思います。で、望遠側に関しては、ソニーの方が 35mm と、標準域の、かなり広めのところまで望遠取れます。で、タムロンの方が 40mm っていうので、さらにもうちょっと寄れるということになります。で、個人的には、基本的に 20mm から 50mm っていうのがベストだなと思っているので、タムロンの方が結構好きな画角、撮りたい画角が撮れるのかなと思ってます。で、あとですね、電動ズームというのがもしかしたらこの純正のやつだとかなり相性良くて綺麗に映るのかなと思って、フルハイビジョンで ×2 で撮ってるんですけども、こちらの方はちょっと画像が荒いっていうのが大きなモニターでポンと拡大もせずに、等倍で見た時にもう画像の荒さが分かったので、ちょっと使えないかなっていうので、やはりこの 35mm がこうソニーの方の撮れる画角なのかなと思ってます。で、ここで比較すると、個人的にはタムロンの方が欲しい画角が撮れるので、タムロンの方が1ポイント高い評価となりました。続いて F 値です。こちら F 値の方はもうスペック上からタムロンの方がスペック的にはいいです。で、実際どれぐらい運用だとか実際使っていると関わってくるのかなっていうので、2つのシーンで調べてます。まずボケ感です。間違いなく F 値が低くて明るいレンズの方がボケます。なので、今作例で見てもらってる通り、タムロンの方が間違いなくボケるという結果がわかります。あとですね、暗所性能です。暗いところやっぱり明るいレンズじゃないとすごく撮りにくいです。で、パッとこう室内に入っただとか、こう想定外に暗いところになったっていう時に、このタムロンのレンズだと、それなりにしっかり撮れて、個人的には全然満足だなと思います。で、やはりこのソニーの F4 の方は、一つ単焦点でもいいから明るいレンズ持ってないと不安だなっていう結果になりました。なのでこの F 値だけ見た時には、タムロンの方が結構ポイントが高いのかなと思って、2ポイントタムロンの方を高く評価しています。続いて、本当にレンズの性能で F 値だとか、あと画角にも関わると思うんですけども、解像度ですね、シャープネスっていうのを見ていこうと思います。で、全体的に見ると、やっぱりソニーの方がいいのかなと思います。で、特にこの
タムロンの方、F2.8 っていう一番開放した時の解像度が落ちるっていうのを結構レビューとかで見たので、そこら辺を試してきました。で、確かに全画面表示すると、今見ているところで、この画像の真ん中のちょっと上ら辺、この木の葉っぱだとかっていうのが F2.8 の時は描写が甘いかなっていうのがあります。ただ、こちらも F5.6 だとか F 値上げてあげると、1段2段上げてあげると、全然ソニーとの見分けはつかないぐらいになりました。なので、かなり開放で、明るくて、その真ん中の解像度がどうかっていうところを見ると、やはりソニーの方が良いのかなと思います。ただ、これ写真でもないですし、どれぐらいの大きさの画像を作るかにもよるんですけども、YouTube にアップするだとか、通常のテレビで見るような画像を撮るっていう範囲だと、そんなに差わからないと思います。通常の動画撮影だと、テレビで見るだとか、パソコンの画面で見るっていう動画だと、まずこの違いわかんないんじゃないのかなと思います。なので、個人的にはこの解像度、ソニーの方がすごく全体的にシャープでいいっていうのはありますけど、そこまで大差なくて、1ポイントぐらいソニーの方が上かなっていう総合的な判断をしています。続いて、フォーカスです。フォーカスは結構、フォーカスをこう動いてっていうのをタムロン単体で比較した時もかなり早かったです。で、今回一応2つのレンズで比較しましたが、正直個人的にはそんなに差が感じられなかったです。あと、このカメラファインダーじゃなくて実際撮った映像でフォーカスがたまにブレたり、こう見失ってんのかなというところを見たのを、私自身はそういうところ全く見つけられなかったです。なので、フォーカスは両方とものレンズ互角かなという判断をしています。続いて、ブリーチングです。ブリーチングというのは、フォーカスが合うときにちょっと画角が変わるという現象になります。で、今映してますけども、もう少し分かりやすく示すと、今、ソニーの 20mm 単焦点の F1.8 というレンズを使ってます。これで見ると、手を当てると、ちょっと画角が変わってんの分かりますよね。この画角でこうググッと画角が変わっている、四隅の大きさが変わっているというのがブリーチングという現象になります。で、これを抑えるなり、動画でこれが見にくいという気にする人もいるので、このブリーチングを抑えるというのを各レンズメーカー、カメラメーカー頑張ってます。ちょっとこれレンズを今変えてみようと思います。はい、こちらソニーのレンズです。ブリーチングいかがでしょうか？今使っているカメラ α7C、特にブリーチング補正とかっていうのは本体で設定ないんですけども、本当にレンズ自体でブリーチングが抑えられてる、全然感じないって言ってもいいぐらいの結果になってるんじゃないのかなと思います。はい、こちらがタムロンのレンズになります。ブリーチングいかがでしょうか？少しやっぱりブリーチングがソニーのに比べると出るのかなと思いますが、初めに見したソニーの単焦点のレンズよりは全然ブリーチング抑えられてるのかなと思います。正直これぐらいだと全然動画撮ってて問題ないのかなと思うので、タムロンの方も少し差はあるものの、個人的にはタムロン、ソニー両方とも同じ点数ポイントかなと思ってます。はい。それでは続いて、ソニー独自、ソニーしか持っていない機能というのを見ていこうと思います。で、まず、ソニーしか持っていないもので、このインナーズームというのがあります。インナーズームっていうのは、ズームした際に、レンズが長くなりませんよというものになります。こちら、タムロンのものだと、こういうふうにズームした時に、レンズの大きさが変わるっていうものがあるんですけど、インナーズームのものはこの大きさが変わりません。で、こちらの方、おそらくジンバルなりの時に便利だよという話なんですけども、こちら、タムロンの方ですね、実際、レンズ、バランスを取ってから、レンズを伸ばして短くしてということをしたんですけども、バランス崩れなかったので、この、画角ですね、広域寄りのレンズだと、そんなにバランスが崩れるほど長くもならないので、このインナーズームに関しては、特にソニーのところ、加点はないのかなという結論になりました。続いてパワーズームです。このレンズのボタンやこのリングでも操作できますし、あと外部のリモコン、そしてジンバルとかでもズームの操作ができるので、非常に面白い機能だなと思います。一方で、ちょっとこの 35mm までっていう16から35というところで、そこまで個人的には使うシーンっていうのがズームインしてズームアウトしてっていうのが少ないのかなと思ってます。そしてこのソニーの
レンズ純正なので、全画素超解像ズームと連動して動けるんですよね。光学ズームで、その後、超解像ズームで、つなぐということができるんですけど、残念ながらここズームだとかズームイン、ズームアウトしてるときに、一回カクつきがカクンとあるので、そこまでこう綺麗にできないっていうのもありますし、あと、初めの方の画質のところでも、画角かなのところでも見た通り、どうしても画像がかなり落ちるというので、基本的に個人的には光学ズームしか使わないなというのがあります。これ将来的に、この全画素超解像ズームっていうのが光学ズームと変わらないクオリティ、そしてこの光学ズームとそのデジタルズームのところが綺麗につながったりすると、このレンズ、ソニー純正ならではっていうところですごく電動ズームというのは生きてくるのかなと思います。で、この電動ズーム、確かには面白い機能ではあるので、ないよりはあった方が面白いのかなと思いますが、加点としては、4点ぐらい個人的には加点かなと思います。あとですね、アクティブ手ブレ補正です。今回私自身が α7C というアクティブ手ブレ補正に対応したカメラを持っていないので、検証はできないんですが、これいろんな画像、サンプルがウェブにあります。で、見ていると、やはりソニー純正のレンズの方がアクティブ手ブレ補正かなり効いているのがわかります。なので将来的にカメラ買い替えたら、個人的には α7C の2だとかが出てきて、そういうものが対応したときに、こう手持ちでも撮れるようになるっていうのは、おそらく魅力になるだろうなと思うので、加点4点つけておきますが、現時点では今使えないので、とりあえず0か4点かというぐらいです。ただ、この純正ならではのアクティブ手ブレ補正に強いっていうのは大きな武器になるのかなと思います。はい、今回の比較いかがだったでしょうか。まずソニー独自じゃない機能のところで点数見るとポンと。大体互角ぐらいかなと正直思いました。もう少し作り込まれてる全画素超解像ズームだとか、ソニーさんがやりたかったことが全て実現されていると、もっともっといい結果になったと思うんですが、今タムロさんのものがものすごくよくできているので、機能の比較時点では個人的に私の用途だと、同じ点数ぐらいかなと思ってます。で、ソニーならではのところの加点もそこまで想像よりは大きくなかったので、もしかしてこっちの方がすごく特に電動ズーム、画角がこう変えれるっていう電動ズームで動画ならではでこうズームインズームアウトできるっていうのは非常に魅力的な機能なので、これがもし使えるとするともっともっと大きな差が出て価格だけの価値を出してたのかなと思います。で、ここの評価、今日の評価は本当に人それぞれだと思います。私自身でいくと、少しソニーの方が上回ってた点数かなと思いますが、この6万円という価格差は全然埋めれてないなと思います。なので、まっさらな状態でどっち買うかって言われると、間違いなく私自身はタムロンのものを買いますし、タムロンのものを買って、その差額でやっぱりジンバル買ったりだとか、他のレンズを買ったりだとか、もうちょっと違う、方向でカメラを楽しんだ方が良いのかなという最終的な結論になりました。で、今回は本当にもうガチ比較、めったにないですよね。こんな素晴らしいレンズを2つ使って、比較させてもらって、なんかすごく個人的にも面白いレビューができたのかなと思います。もしこの動画少しでも参考になってよかったよって思う人は、この動画に高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。